レギュラーラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。見て兄ちゃん、あれパンチングマシンだって。ちょっと勝負しようよ。いや俺はいいから苦手なんだよ。いやいや、そんなこと言わずにさ、いいじゃん。じゃあ俺に勝ったらご飯おごるわ。いややんない。じゃあなんかほら、好きなもん買ってあげるから。無理やんない。じゃあ女の子紹介するよ。やろうか。よっしゃ、じゃあ俺からいくよ。101。じゃあ次兄ちゃんですね。どうぞ。999カンストしてますねこれ。俺の勝ちだな。早く紹介してくれ。いや、分かったじゃあ探すから掛け声教えてもらっていい？ダメだぞお前紹介しろ。分かった。08で始まるのか09で始まるのかまず紹介。お前電話番号かよ。じゃあちゃんと紹介しろよ。じゃあ今日の掛け声は、はい、これだ。うおおうあおあんいおうああい。うおおうあおあんいおうああい。よかったか。これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん、まもなくです。お前もう番組始まるじゃないか。3秒以内にさっき教えた掛け声を叫ぶんだ。乳母車の筋肉硬い。スパイエアマサラカマサラカ飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。スパイエアマサラカスパイエアのマサラカ。時刻が夜8時30分を回りました。スパイアボーカル陽介とドラムの健太です。この時間から僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアのマサラカをお送りしていきます。どういうこと？乳母車筋肉硬いプロボクサーのパンチ力、やばい。全然違うわ。もう先週が懐かしいな。もうなんか先週おっと思ったわマジで。無理なんですよ。2週連続はね。今日5月19日がボクシングの日らしいです。おお、なぜだ。1952年5月19日に、当時のボクシング世界フライ級チャンピオンダド・マリノと、挑戦者白井義雄のタイトルマッチが行われました。試合は白井選手の判定勝ち、日本人初となるボクシングチャンピオンが誕生しました。そんな記念すべき日ということで今日がボクシングの日に制定されています。お二人はボクシングの試合生で見たことありますか？ないね。プロレスはあるけど、そうボクシングはないな。ちょっとでも最近ボクシングの面白さは分かってきた。ちょっと本当。なんか野球的なところあるね。なんていうの、戦略的なってこと。そうまあそれはあるよね。なんかどっちかというとプロレスとか、やっぱもっと総合とか、なんかこうキックとか、それこそ迫力系。そうなんかでラウンド数が少なくて、みたいなのがこう好きだったけど、なんかこうボクシングとかみたいな勝ちに徹してこう腕が2本しかない状態で男が殴り合って、その中の駆け引きみたいな、確かにねっていう面白いなってあるけど、なんか先日それこそ井上尚弥選手の試合で入場の際に布袋さんがギターを弾きながら井上選手を送り出していましたが、お二人もそういったオファーがあったらどうしますか？そんなオファーがありがたかから受けるけど、それは受けます。こっち果たしてが緊張するオファーが来るのかいや分かんないですからね、それはね。全然。いやでもすごかった。井上選手はすごいね。でもハイライトちらって見たけど、あれやばかったね。どっちともこうかわしてお互いニヤってするやつ。漫画だったあれは。あれは本当ね、本当にこれ明日のジョーみたいな。ジョーと力士じゃんみたいな。本人たちどのスピード感のどの次元で見えてんのって思うよね、マジで。だから本人たちは、俺らの通常の速さであの人たちはそれをやってるから、見えてんのかなやっぱ。じゃないよね。だからすげえよなあれ。じゃあ普段の生活は2倍速ってことだろうな。何アホみたいな。もうアホじゃんもう。
この今の発言やばいよもう皆さん、リスナーの皆さんからメッセージいただいてます、ラジオネームマリアさん、ありがとうございます。洋介くん、健太さん、こんばんは。こんばんは。先日私はリバースツアー、札幌公演に参戦するために北海道に飛びました。ありがとうございます。私はスープカレーなるものを今まで食べたことがなく、スープカレーっていろんなお野菜が入ってますよね、私お野菜嫌いなんです、だから食べれるか心配で、でもせっかく北海道まで来たんだからチャレンジしようと思い、新千歳空港のレストランに入り、生まれて初めてスープカレーを食べました。いいね。いろんなお野菜の素揚げが乗っかっていましたが、パプリカもおナスも食べることができました、美味しかったです、私の世界を広げてくださってありがとうございます、人っていくつになっても変われるもんなんですね。俺らが別になんかスープカレーを勧めたみたいになってるけど1ミリも話してないけど、話してないし、俺が勧めてるのは北海市場ね本当にだし、もうこうなんていうの、そのさっきの陽介のさ通常の世界は2倍で動いてるのかなっていう話からのこのお便りさ、リスナーも小学生なのこれ全員こういうことだよ、リスナーを育てるって育ってください、もうちょっといや、いいですね、でも本当にもう一回聞きますか、素晴らしい、ラジオネーム鳥取人さん、はい、ありがとうございます。健太さん、洋介さん、こんばんは。ふと隣の家を見ると、ドアが玉ねぎ2つ分ぐらい開いてました。あれと思いながら自分の家に入る瞬間、ほんの一瞬だけ中が見えたんです、暗い玄関の奥に足と靴が見えて、まるで人が倒れてるみたいに見えました。一気に嫌な想像が頭をよぎりました。もしかして事件、それとも誰かが体調を崩して倒れてるのか、怖くなってすぐに友達に電話かけ、通話をつないだまま意を決して、もう一度隣の家を確認しに行きました、恐る恐るドアの隙間から中を覗くと、真っ暗な廊下にぼんやり浮かび上がるカッパ、どういうこと？そして乱雑に置かれた靴があるだけでした、どうやら見えた足はカッパの袖で、倒れてる人に見えたのは脱ぎっぱなしの靴だったみたいです。ああ、そういうことか。2人はこんな風に見間違いにゾッとした経験ありますか？カッパ、あれ雨の日とか雨具のカッパね。なるほどね、雨具のカッパってカタカナなの？そう、カタカナで書いてあるから、俺も雨がっぱ、そう、雨がっぱじゃなくて、あっちの妖怪の方のカッパかと思っちゃったけど。そう、俺も妖怪のカッパかと思って、多分雨がっぱだね、これはねそういうことか。見間違いで、そこに乱雑に置かれてたから人が倒れてる風に見えたってことだ。でもなんかね、見間違い結構運転してる時とか、でもあれはね、なんだったっけ、なんかね、あるらしいよ。なんか眠い時とかにこう横からバッて人が飛び出してくるような錯覚を見たりとか、何かのその形が人に見えたりとか、運転中ってめっちゃ見間違いするらしいよ。なんか俺真っ昼間だった。真っ昼間に、なんか多分あれは、なんかね、ゴム製品のなんかかなと思ったんだけど、それがすごい髪の毛に見えた。うわ、生首落ちてるやつそれはないだよマジかよ、この件。発想が全部小学生だよね、もうさっきからどこあるかな。俺運転中だからよく見間違いはする。運転中の見間違いは自分の危機感があって、危ないとか、その危険信号を常に走ってるから、その見間違いが多い人は運転をなめてない人。そうだ、ちゃんと情報をそうだから見間違えちゃうことが多いって。だからいいことですよ。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています、メッセージの送り先はすべて小文字で、バサラカ@fm福岡.jp、 basaraka@fm福岡.jp、 もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイのバサラカ、この後夜9時までお付き合いよろしくお願いします。スパイエアのバサラカ、お送りした曲はスパイアで Just Like This 2025より Feel So Good でした。それではこちらのコーナーに参りましょう。友達の話なんですけど、このコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕らは決していやそれあんたの話だろうなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください。ということで今週も、皆さんの友達から聞いた恥ずかしい話届きました、ラジオネームみーさんかな。はい、ありがとうございます。こんばんは。はじめまして。はじめまして。友達の話なんですけど、友達は今絶賛受験生で勉強しています。友達は英語が苦手らしく、テストの答えでイエスって書くところを、イエーと書いて
人で乗ってました。かわいいな家はかわいいわ。そういうことありますね。まあでも受験勉強中だったら頑張ってほしいですね。頑張ってね頑張ってください。はい。続いて、はいラジオネーム引き割り納豆混ぜ混ぜからです。はい。陽介さん健太さんこんにちは。この時期になると思い出す友達の話です。はい。彼女は幼い頃からプリキュアや、海賊王、巨人を駆逐する兵団などはい。常に何者かを目指して生きてきたいわゆる中二病気質でした。はい。そんな彼女が、中学2年生の春満を持してハマったのが自転車、競技アニメ。はい。別に出していいんだよこれ名前はい、プリキュアは言ってんのねそうプリキュアは言ってんのよそうなのよ、感化されやすい彼女は私は高校で、競輪部に入ると決意、休日の昼下がり通学用の重たいカゴ付きママチャリにまたがり14キロ先のデパートを目指してペダルを漕ぎ出しました。しかしここからが中二病の恐ろしいところ。5月の陽気だというのに何を思ったのか、厚手のパーカーにロングパンツという空気抵抗と、熱中症をセットにしたような最悪の装備ミス、さらに劇中で主人公が限界突破するときに歌うアニソン恋の姫姫ぺったんこを鼻歌で完コピ、彼女は完全に坂を登るクライマーになりきっていました、はい。ですが現実は非常です。水すら持たずに姫姫を口ずさむ喉は数キロで限界を迎えましたでしょうね。暑さと喉の渇きの中、彼女の目に飛び込んできたのはゴールではなくただのコンビニ、真っ先に店内に駆け込みキンキンに冷えた水を一気に喉に流し込んだ瞬間、彼女に訪れたのは強烈な賢者タイムあれ私何してんだろうクリアになった頭に響くのはアニソンではなく車のエンジン音とカラスの鳴き声。一気に冷めた彼女はそのままとぼとぼと来た道を引き返したそうです、後で、距離を調べたら進んだのはなんとたったの4キロ競輪選手への野望はわずか4キロでミネラルウォーターの清涼感とともに溶けて消えてしまいました。中二病特有の無鉄砲な行動力は時に自分のキャパシティさえも理解不能にし、自分を選ばれし者だと誤認させてしまうんだなと感じた友達の話でしたダメだもう文章が中二病すぎて抜けてないよ。もう読みづらい抜けてない抜けてない。車のエンジン音とカラスの鳴き声ももうそれアニメのワンシーンだよ。そう全然さ目で追えないの文章おもろすぎるんだけど、もう中二病が過ぎるってマジで。いやこれはね、今はどうなったの？いや今も中二病では多分まだ多分鼻歌なんか歌いながら何かしてるって、はいはい、いやでもいいと思う。あれはなんで中二病っていうの？中二の学年で起こりやすいことだからでしょ。中二っていう年代に起こりやすい特有なこう事象だからじゃない？はあはあ、でもこの中二病の中のこの字は違うじゃん。何々中でしょ。だからそれと中学2年生の中をかけてるってことじゃん。そういうダブルミーニングを持ったあの年代に起こりやすいことだよね。なるほどね、自分がなんかこう勇者とかヒーローになったプリンセスになった気持ちで、自分をそのなんていうの擬人化させていくっていうかさ、ような。でもさ今の子たちってもうないんじゃない？いやあるでしょ。あるって。なんかさ、それこそいろんなアニメ、いろんな映画、いろんなドラマ、ジャンルが増えてきたよ、だから変に何者かになろうとしなくてもそういう自分がもはやストーリー。いやいる絶対いる。もうその増えたことによって、中二病患者が増えてるよ絶対。だって刺さるアニメの量が増えてるってことだもん。だから、中二病ぶらないのが中二病みたいな。無理だよ。もう中二病ぶらないのがかっこいいって思ってる時点で中二病じゃんそれは。透かしてるのすらもやっぱ中二病だなってなるじゃん。確かにそっちかな、なんかむしろ、そうやって、中二病してる方が可愛いよね。可愛いだって俺の中学2年生の時可愛いと思うもん。何してた？もみけんと出会ったのが中2なんだけど、もみけんが俺を初めて見たのは、教室のさドアってこうなんていうのスライドドアじゃん、ガラガラガラっていう、まあ俺のところはそうだったんだけど、
スライドドアを片側全開にして、そのドアに寄っかかりながら壁に足をついて広瀬香美を歌ってたらしいなんだこいつって思ったらしいいやみんなそうですよ、いいんですよ、その心がそうやって夢を生むんですよ。そう本当だからもう中二病でいいと思う。中二病でそのままね、競輪選手になったかもしんないし。そうでみんな多分何者かになってる人たち中二病から始まってるから基本。そう中二病で世界が回ってますから、回ってます。はい。ということでこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話を教えてください。皆さんが友達から聞いた話お待ちしています。それでは今日はラジオネームひきわり納豆マーゼマゼさんの友達の話からこちらを選曲しました。ルーキースイズパンクトでリクライム。スパイエアのバサラカ。お送りした曲はルーキースイズパンクトでリクライムでした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です、はい、今週もたくさんお悩み届いてます。ラジオネームおはぎさん、ありがとうございます。健太さん、陽介さん、こんばんは。こんばんは。僕はマンションに住んでるのですが、はい、管理人さんがとてもフレンドリーな方で、会うたびに挨拶だけでなく話しかけてきます、それ自体は特に問題ないのですが、とにかく話が長くて、気づけば1時間以上立ち話をすることもあります、さらに最近は踏み込んだプライベートのことまで聞かれることもあり、正直少し鬱陶しく感じています、話を途中で遮ったり初めから無視するわけにもいかず、管理人さんとどううまく接していけばいいか分かりません。感じよく挨拶だけで済ませる方法があればぜひ教えてください。またお二人はこういった経験ございますか？よろしくお願いします。俺はないね。まずそもそもその関係までたどり着けないようにするからね俺は。なるほどね、でこれね俺は一個知ってますよ。はい。毎日早歩きしてください、あ、そう。家を出た瞬間からもう、でおはようございます、すいません行ってきます、もうこれで完璧。これ1ヶ月続けたら、話しなくなります。管理人さんが忙しい人だなってなるから。そうでもさ、これおはぎさんが、多分ターゲットになってるんだと思う。まあだからこれは多分こう隙を与えちゃうんだよね人に、あ喋っていい人なんだって思わせてるのも悪い。ちょっと、もうこの1時間の立ち話が鬱陶しくない人の方が多いんだから世の中基本的に、っていうのを考えると、暇じゃないよって提示するのが一番いい。まあね、私急いでます、僕急いでます。じゃあ帰り会いました。いやだから早歩きだってもうずっと家入るまで帰り、エレベーター降りたら、いました管理人さん、小走り帰りでも帰りでも小走りお帰りなさいって電話しながら、もう電話のふりしながら、ね、あすいません、はい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 とか言いながら、ありがとうございますみたいな、お疲れ様ですっつって、でガタンってしまって、ちょっと大きめの声で外に聞こえるかなぐらいで、あすいませんみたいな、仕事の電話してるみたいな、もう完璧それでいけます。そうなんだ。管理人さんがそれで審査してる説ないです。もう入ってるんで退去させられないんで。そういう、もう必要なんで合意が。退去させないぞっていうあれかな。何を言ってるのさっきから本当にもうないならいいよ終わって別にいやあれかなと思って、そうやって、その入居者を審査して考えてないです。暇なんです。暇で話しかけてるだけ。そうです。もう完全にそうです。お金あるんで管理人さん早歩きで解決、解決です。もう一回頑張ってください。はい、ラジオネームビオさん。ビオかな、ビオさん。陽介さん、健太さん、こんばんは。ジャパンジャムお疲れ様でした。私にとっては初めてのフェス参戦だったのですが、終わりが見えないほどたくさんの人の前で自然光を浴びながらステージに立つスパイアを見て胸がギュッとなりました。それに加えて会場ですれ違うたくさんの人たちの中でスパイアのグッズを身につけている方を見かけるたび、人類愛が爆発しそうなくらい幸せな気持ちになっていて本当に最高でした。でも初フェスということでうっかりしてしまったことがあります。それは日焼け止めです。JLT の、バンティーで参加したのに腕に、日焼け止めを塗るのを忘れてしまって、右腕は5個くらい、つけていたラババンの部分だけ残して焼けてしまいました。左腕は腕時計の跡がくっきり残ってしまいました。
野外フェス経験の長い、お二人の日焼け対策、もしくは絶対に日焼け止め必須だったのに忘れたみたいなエピソードあれば教えてくださいと。日焼け対策ね。僕しないっすね。まあしないよね。しない。だから日焼けは基本的にするもんだと思ってるんで、日焼け対策をしようとすると、うん、それで歯磨いちゃうんだ。それ有事それ有事僕はだからタンクトップ着てます。もう均等に焼くようにね。そう、だから T シャツ焼けしないとか。そうなんだよね。俺もね、日焼け対策しないんだよ。もうきついよね。でも夏になるとね、日焼け対策。でもまあね、肌が白い、俺も白いから、焼けた時のダメージはすごい、した方がいいんじゃん。その黒くなるまでの赤みが辛い、でも黒くなりたいの。なりたいんだ。黒くなりたい俺。へえ、なんで？白いの嫌じゃん。そうなんか、強く見えないじゃん。強く見られたいんだ。違う中二病中二病だね。なんかだいぶ貧弱な感じ。なんか不健康に見られたくないみたいな。男っぽく見られたいじゃん。はい。男したいじゃん。そうなんだ。そうでしょ。だし、日焼けしてた方がタイトめの T シャツを着るとかっこよく見えるんだよ。まあそれはあるね。それはある。でも気分的にタイトめな T シャツが気分だから、それで日焼けしたいっていうのもある。まあでもビョさんは日焼けしたくないか。でもだから僕らに聞くのが間違いですよ。間違いね。他の違い。何もわかんない。何の解決にもない。いやでもなんか日焼け止めはね、塗った方がいいっていうのは分かってんの俺。なんか二重装備だよね。だから日焼け止め塗るタイプとスプレータイプを使い分けるみたいな。そうなんだ。だからとりあえず塗って、でそうやって汗で落ちてきた時は、なるほどね。まあ塗れる時はいいんだけど、塗れない状況だったらもうスプレービャーみたいな。まあでも今から夏だからね、特に女性の方とかは日焼け対策大変だと思うんですけどね。もう分からん、すまん。だからまあ頑張ってくれ頑張って塗りたくってくれ、日焼け止めを。ということで番組では皆さんからのお悩みを募集しております。募集していいのかこれは。お悩みから大きなお悩みまで幅広く募集してますので、キーワードを送ってみてください。お願いします。皆さんからのお悩みお待ちしてます。スパイアのバサラカ。お送りしているのはスパイアで Just Like This 2025より Bring the Beat Back です。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです。はい。初めて未解決事件。いやなんかね、日焼け止めに関してはちょっとあまりにも情報が多すぎるっていうのもある。だから使ってて、それこそもみけんとかはもみけん聞きたい。知ってると思うんだよね。もみけんに聞きましょう。そう。肌系。そうだ、俺らが適当なこと言えないじゃん。言えない。そうだ、俺が言えるとしたらやっぱタンクトップ着ようとかしかないわけよ。均等に焼こうみたいな。そうね。でも焼きたくないって言われると難しいってなっちゃうね。やっぱそういう美容関係についてはね、やっぱもみけんさんが一番適当に言えないからね。そうで、ゆうじさんはやろうと思って歯磨いちゃうからね間違えてね、歯磨きことはい、ということで現在ニューアルバムリバース発売中です。そして明日ですね、5月20日、スパイア単独野外ライブ Just Like This 2025を収録したブルーレイ DVD プラス CD がリリースです。そして Just Like This 今年もあります。なんと今年は、日本と韓国の日韓開催。詳しくは、オフィシャルの SNS ホームページをチェックしてください。お願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしています。はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp BASARAKA @fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付きで多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。ということでこの時間のお相手はスパイアボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。